いらっしゃいませ。コンビニジューストアへようこそ。ようこそ。ようこそ。今日はコンビニジュースストアのオープン日なんだけど、みんな大丈夫？ちょっと緊張してる？緊張してる。ちょっと MC 側っていうのが初めてやんか。だからな、ちょっと緊張するけど、ちゃんとできるかな。楽しみ。でも楽しみやな。セットも可愛いし。コンビニジュースストアには毎回すごいお客様が来店予定なんですけど、今回はどんなお客さんがね。毎回の緊張ですね。ね、楽しみ。やばい、めっちゃ緊張です。本当にできるかな。仲良かったっけって感じなんか今日初対面みたいな。こっちはうちらでめっちゃなんかもう緊張やばいよね。ゲスト同士みたいになってるけど大丈夫か？初めて。いける大丈夫。記念すべき初回のお客様がもうすぐ間もなく来られると思うんですが、その来店前に私たちが絵文字でどなたが来られるかちょっと予想してみようっていう感じで、はい、いきますか。表現しますか。はい、じゃあ私からいきますね。内側絵文字ね。わかるでしょ？丸のやつ。こう顔がこんなのってこうニッコニコしてる。ニコニコ。顔ね。これ顔。オッケー。目までこうなってる。ちょっと温かい目で。確かに。こんな感じで、はい、絵文字。じゃあまゆか。どうしよう。じゃあ私はそうだね。これかな。ミヒは鳥？妖精みたいな。なんか妖精みたいな。エンゼル。多分違う。エンゼルはあるけどなんか妖精みたいな。色違いある。そう。可愛らしい声の方。お客さんいらっしゃったかもしれない。お客さんが。こんにちは。いらっしゃいませ。お久しぶりです。ちょっとあまりにニヤニヤしながら、もうすごいニヤニヤしながら待ってたんですけど。すみません、私たちなんかもうカミカミで。可愛くて。もうニコニコで歌ってる妖精さんはもうそんなことない。このままお返ししますって感じでしたけど。それではコンビニジュースストアの視聴者の皆さんにご挨拶をお願いします。生田リラです。よろしくお願いします。なんか挨拶があったらよかったんですけど、20みたいのがあったらよかったんですけど、せっかくの機会なんで。作ります。作ってもらえるんですか？コンビニ中だけの特別。嬉しいです。なんかありますか？可愛らしいやつもすごく似合いそうだなと思ってから、なんかハートとかポーズみたいな。なんか生田リラで。めちゃくちゃキュートな感じに寄ってますけど、いけますかね？めちゃくちゃ可愛いです。今日最年長ですけど大丈夫ですかね？今日だけ。じゃあ改めまして生田リラです。暑いです。なんか無理やり愛嬌改めてお忙しい中今日来てくださったんですけど、どうしてこの私たちのコンビニ中にご来店してくださったんですか？もうずっと23さんのことがオーディションの時からもずっと見ていて大好きで、コンビニでのこのシチュエーションでの番組が始まるって聞いて、これは駆けつけねばと思いまして、ありがとうございます。せっかくなので今日はこの空間だけの呼び名をちょっと決めたいなと思って、いいんですか？ありますかね？リラって2文字なんで、意外とあだ名がなくって、ちゃん付けとかでも大丈夫ですか？もちろんです。りっちゃん？いいですか？りっちゃんがいいですか？いいですか？やった勝手にもう願望になっちゃったんですけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあ逆に私たちの名前も本当にもうなんか何でもいいんで。結構メンバーからもまこちゃんって言われるので、なんかちょっと今日新しい感じで作っていただけると嬉しいです。か？まこちゃんでいいですっていう方を作っていただけるので、せっかくなんでじゃあ今日の感じスペシャルな感じで、マーコさん。そうですか？マーコさん。じゃあマーコさんとまゆかちゃんはなんて呼ばれることが多いですか？私でもメンバーだとまゆかなんですけど、まゆかの顔を言わずにまゆ。まゆ。メンバーはあとたまにまゆちとか言います。まゆちめっちゃ言われます。いいですね。まゆち。じゃあまゆち。まゆちと呼ばせていただきます。ありがとうございます。みひちゃん。
私でもねいろいろあるんですよね。ミーピン、ミンコ、ミンコティーヌとか。あとヒとも呼ばれるヒの下のヒだけ取ってヒもあるし、ヒちゃんもあるし、ヒもあるし、なんかいっぱいあるんで。いろいろありますね。ミーポンって言いましたっけ？あれミーピン、ミーピンある。ミーポンはないですね。あ、じゃあ逆にミーポン。新しくミーポンでじゃあ今日はミーポンで。ミーポン、まゆじ、マコさんでちょっと難しくなっちゃった。りっちゃんで呼び名も決まったということで、いろいろお話しさせていただきたいと思うんですけども、NiziUにハマったきっかけとかってあったりしますか？きっかけは本当に二次プロジェクトを見てっていう感じでした。なるほど。やっぱり同世代で、皆さん年下ですけど、同じこの世代の子たちがこう切磋琢磨しながらどんどんこうたくましくなっていく姿がもう本当に胸を打たれて、嬉しい。これは応援しなきゃっていう風になって、曲も聴いたり踊ってみたりしてました。ありがとうございます。私たちが最初に出会ったのがミュージックステーションの時でしたよね。多分スーパーライブの時ですね。挨拶させていただいた時のめっちゃ記憶残ってて。本当ですか？嬉しい。もう4年ぐらい前ですか？そうですよね。3、4年ぐらい前。スティックの時だったから2021年1年とか、いやもうずっとこう楽屋のエリアの中でお声が聞こえてたので、いると思いながら、でもご挨拶させていただいた時にNiziUのその挨拶をなんか自分たちだけに向けてやってくれてるっていうそのなんか喜びがすごくて嬉しくて、なんかご挨拶できないかなとか言ってたんですけど、なんかいくらですよろしくお願いしますみたいな、夜遊びですみたいなことになっちゃって。あと2023年の紅白歌合戦の時にアイドルのステージでご一緒させていただけて、楽曲すごく大好きだったので本当に素敵な思い出になったなって、もうお話聞いた時からすごく嬉しくて。本当ですか？私スパークルが大好きで、りっちゃんの歌声がさっき私ジェスチャーでしてたんですけど、妖精さんみたいなもう綺麗な歌声がすごく大好きで、嬉しいです。よく聞かせてもらって。ありがとうございます。それこそ最近出された恋風もめっちゃ聞いてて大好きです。ありがとうございます。私はやっぱりアイドルがやっぱりNiziUにとってもコラボステージで歌わさせていただいて、本当にこの楽曲がすごくやっぱ声のトーンだったりとかすごく難しくて、もうそれを歌っていらっしゃるりっちゃんが、もうりっちゃんがすごくもう美しくて、で韓国の歌番組とかのなんか映像とかも見させていただいたんですけど、すごくもう可愛らしくて、私もその楽曲にも魅了されて、で最後のエンディング妖精とかも見させていただきました。チッケムっていう制度に初めて触れて、恥ずかしいなんか最後やってくださいみたいな、何みたいな、知ってるものだけこうやってみたいな、だから普段やられてるのが本当にすごいな、かっこいいなと思って可愛いなと思って。でも私ももしその最後エンディング妖精取らないといけないって決まった時は、そのパフォーマンス中最後何しよう最後何しようもうずっと頭の中で考えてて、やっぱそうなんですね。で本当にもう予知もしなかったなんか手が出てきたりとかよくあるんですよ。あ、そうなんですね。本当になんか他のメンバーすごく上手なので、どうやってしてるのかなってめっちゃ気になります私も。ゲスト？ちょっと次のためにちょっとアドバイスというかちょっとお聞きしたいです。エンディング妖精はメイヒがプロだと思う。いや本当に上手だよ。本当になんかその尺をうまく使うかな。でも意外と長いですよね。確かにだからワンポーズだけだと意外と尺取れなくて、確かに。でもここ取られてるからって考えると、例えばピースしました、イエーイってやった後にこうやって動くとか、あとはなんか例えばアイドルの楽曲だったら、最後にやるとかやってやった後になんか舌を出してみるとか。ちょっとやってみてよじゃあ。エンディング妖精まで。2、1こうやって。これはちょっとまさに究極のアイドルです。
ちょっとこれミーピンしかちょっと通用しないやつかもしれないですけど。りっちゃんもぜひ。ありがとうございます。りっちゃんは作詞作曲とかもされると思うんですけど、その曲作りのためにどういうものからなんかインスピレーションを受けたりされてますか？でも本当に自分の日常のことを書いたりするので、普段移動しながらとかお休みの日にこうちょっと家の近くを散歩したりとか、そういう瞬間にファーッとこう浮かんでくるこう情景からこういろんな感情が思い起こされて、それを書き留めたりとか。曲作る時はじゃあ基本的には歌詞から作られますか？そういうふうにこう書き留めたものたちのこの全体的なテーマっていうものをこう作ってから、そのテーマに沿ったメロディーから作るって感じです。すごい。メロディーから作って、じゃあテーマ、メロディー、歌詞。結構曲によって歌詞から始まる時もあるんですけど、割とメロディーからのが多いですね。その一曲にかかる期間ってどのくらいですか、大体？本当に1日とかでできる時もあれば、1ヶ月ぐらいかかったり、もっとかかったりすることもありますね。主題歌とかだったり、アニメのタイアップでとかなったりすると、原作を読み込むところから始まったりすると、すごい膨大な情報をまず摂取してからみたいな風になるので、準備期間でいうとそういう時は意外と 2,3 ヶ月かかる時もあったりしますね。すごい。最近ハマっている楽曲とかジャンルとかってありますか？そうですね、いろいろあるんですけど、自分たちが小学校中学校の時のその2000年代のポップスとかはなんか改めて最近聞いて、あの時あんなことがあったなとかいろいろこう回顧しながら、年齢的にはすごい離れてるわけじゃないと思うので、同じ同世代でこう聞いてたものも重なったりするのかなと思って。確かに。私も本当にそれこそ最近2000年代のちょっとちっちゃかった時に聴いてた音楽聴くのすごいハマってるんですけど、西野カナさんだったりもすごい最近ずっと聴いたり。カラオケとかで歌ったりします？カラオケでもトリセツとかもう時すっごくたくさん歌ってたんで、Go for it だったり。私もずっと中学時代西野カナさん歌ってました、カラオケで。なんだっけ音楽聴くやつ、iPod みたいなので聴いてた頃をすごく思い返して懐かしいなと思います。いいですね。その時はまだ携帯に入れれたりとかしなかったですもんね。CD 屋さんに行って借りてダウンロードしてみたいな感じでしたよね。私結構絢香さんとかよく聴いてましたね。三日月とか名曲ばっかりですよね。私はグリーンさんめっちゃ聴いてました。懐かしい。奇跡めっちゃ聴いてました。めっちゃもうクラス中歌ってましたよね。じゃあ最近ちょっと話変わっちゃうんですけど、最近ハマってることとかってありますか？半年ぐらい前にパーソナルトレーニング始めました。ちょっと皆さんと比べたらもうそんな毎日とかじゃないんですけど、やっぱあれですか、歌う時にコアとか必要になったりとか。そうですね。動き回るのに体力面でもそうですし、いろんな衣装が着れるようになれたらいいなっていうのもあって。結構みっちりやられるんですか？そうですね。でも1時間ぐらいなんですけど、もうパーソナルで週どのくらい行かれるんですか？週1です。週1なんであれなんですけど、何でしたっけ？ダンベルもう買って今24キロをヒップスラストで上げてます。私たちピラティスでこのダンベル使ってやってた時に2キロとか私言えません。0.5 24キロだんだん上げれるようになってきて。もともと運動とか好きなタイプでしたか？走るのが得意で、リレーの選手とかやってましたね。陸上部でした？陸上部じゃないんですけど、なんか走るのだけ速くて、皆さんなんか足速いメンバーの方とかいらっしゃったりします？ここにはいないんですけど私も陸上部ではあったんですよ。陸上部時代結構短距離をメインでやってて、自分の中では速い方だと思ってたんですけど、20のメンバーと出会ってから全然そうでもなかったことに気づいて、もう今ちょっと足速いってはもう言えないです。そうなんですね。それではさらにりっちゃんを知るためにこの企画を用意しました。普段からコンビニはよく利用されますか？はい、本当家出たらだいたいコンビニ寄って帰ります。普段何を買われますか？ですね、実はご用意いただいてまして。
じゃじゃん。こちらでございます。レアですよ。カゴに入れていただいて。いろんな種類がありますね。じゃあまずこちらのど飴です。のど飴は必ず買いますね。コンビニ行ったら結構。ライブツアー中とかとにかく喉の保湿を欠かせないので、特に海外行った時とかは3袋ぐらい持ってってもう四六時中舐めてるので、中でもそれがお気に入り。そうですね。龍角散結構いつも舐めてます。好きです。スースーするのが好きなので。なるほど。りっちゃんの歌声はこの龍角散から支えてもらってます。ありがとうございます。喉の管理で他にされてることもあったりするんですか？ちょっと次のにも関連するんですけど、こちらマスクなんですけど、本当にマスクもツアーとかでどっか行ってる間もずっとやっぱり欠かさずしてたり、意外とこう場所によって空気が悪かったりすることもあるので、何が入ってくるかわからないっていうのもあってしてたり、あとライブの前日はマスクしたまま寝ます。加湿器焚いて保湿して、さすが。マスクも種類たくさんあるじゃないですか。その中でもやっぱこちらの商品がこれかなり気に入ってます。やっぱ不織布だとメイク落ちやすかったり、なんかちょっと肌と相性がちょっと良くなかったりして、このタイプは結構愛用してます。あとはですね、じゃあこちらちょっと今中身がなんですけど、ちょっとこれ七チキですね。七チキもザクチキもとにかくチキンが大好きで、食べたくなっちゃう。揚げ鶏とかも美味しいんですよ。揚げ鶏結構揚げ物大好きです。美味しいですよね。油だから喉にもいいかなっていう。コーティングされる感じわかります。私たちもその要領でなんか本番前にラーメンの油で潤されるよねとか言ってラーメンもう都合よく使って油だから。続いてはこちらまたチキンなんですが、柚子胡椒香る国産鶏の炭火焼き。わあ美味しそう。初めて見ました。みーも初めて見たかも。レンチンできるんですけど、これ柚子胡椒がすごい風味が良くて、これはなんか仕事帰りとかにパッて買って食べると美味しい。楽ですもんね。そうなんです。楽なんで。チキンめちゃくちゃお好きですか？チキン大好きです。もうお肉の中で一番好きです。鶏肉が私もなんですよ。本当ですか？もうぜひ韓国に来た際に連絡していただければ、私が美味しいチキン屋さんをご紹介します。めちゃくちゃ美味しいチキン屋さんがあるんです。めっちゃ聞きたいです。行きましょう。行きましょうぜひ。もう一つ最後またご飯なんですけど、焼きおにぎり。美味しそう。焼きおにぎりすごいなんか万能というか。制作とかして夜からそのまま朝になっちゃった時とかにお腹に優しいけどちゃんとエネルギーも取れるっていうので、焼きおにぎりすごいいつも食べてます。これはノーマルで食べられるんですか？ノーマルでも食べますし、なんか最近はお茶漬けをこうかけて食べたりしても美味しいなっていう、なんか朝寒かったりすると温かいものでこう欲しいなっていう時はちょっとお茶漬けにしてみたりとかしてます。わあ、なんかちょっと見てたら食べたくなっちゃう。持ってきてくださった食べ物で商品でちょっとアレンジレシピを教えていただきたいなって思うんですけど、大丈夫ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。りっちゃんのアレンジレシピを紹介していただきたいなと思うんですけれども、今回はマーコさんとまゆちのお手伝いとともに、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。のアレンジレシピがどういうレシピなのか、一つずつちょっとご紹介お願いします。私が準備したのは究極のチキンということで、一品目こちらのさっきご紹介した炭火焼きの国産鶏の炭火焼きと避けるチーズとパセリパウダーを使った料理にアレンジになります。美味しそう。もうすでに美味しいものと美味しいものが合わされば間違いない。もう絶対美味しいはずっていう。あともう一つ、これは皆さんと一緒に作っていきたいんですが、私韓国料理の中でもヤンニョムチキンが大好きなので、この七チキを使ってヤンニョムチキン風アレンジっていうのをやっていこうかなと思います。美味しそう。ぜひぜひ。私もちょっとまだ食べたことないので、このアレンジでちょっと挑戦してみたいなと思います。頑張りましょう。早速1品目からいきましょう。
もう開けて出しちゃいます。わ美味しそうな、すでにいい香りがします。めちゃくちゃ。なんかこんな料理番組みたいなことするのも初めてで。鶏肉はどの部位が好きですか？やっぱいいですからね。鶏好きとしてはすごく知りたくて。やっぱりももですかね。ですよね。わかります本当に。なんかダイエット中とかね、胸とかの方がいいですけど、やっぱりちょっと脂身が少しももはあるので。そうですね。普段りっちゃんよく料理とかされますか？全然しないです。そうなんですね。全然しないので、もうドキドキなんですけど、避けるチーズを本当にどうしようかな。細かい方が自分で作った時にあれだったんですけど、なんか溶けにくいので、細かくして。じゃあこの状態でチンをするので、もう美味しそう。もうね、すでに好きなものと好きなもの。わあ、美味しそう。どうぞ。よーし、できます。すごい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。バイバイ。お、始まりました。すごい。じゃあちょっと2分の間に何かしましょうよ。何か。じゃあ私たちがここにあるものの中でおすすめの商品を教えてください。さっきめちゃくちゃおすすめしたくて、なんでしょう。このコブッチっていうお菓子なんですけど、これ韓国のですか？なんですけど、これチュロス味でチョコの美味しそう。めちゃくちゃ美味しいんですよ。なのでぜひ食べてみてください。食べたいです。食べますか？いいですか？食べてもいいですか？いいですか？やったよいしょ。なんか最近キャラメル味やっけ？キャラメルポップコーン味が出て、もうめっちゃ絶対20でパーティーってなったら欠かせない。韓国でなんかパンってそっか、回してた忘れた。そっか。チコ。でも多分大丈夫ですかね？まあ多分大丈夫です。じゃあ食べてみてください。バチバチ言ってるけど大丈夫ですかね？じゃあいただきます。はい。ちょっとやばいかな。ちょっとやばいかな。これ止め方どうやるんです？多分チーンって回したら。こうか。オッケー。ちょっと何分ぐらいやったん？でもいい感じ。できてる？できてそうな感じします。めっちゃ柚子胡椒の匂いがする。大丈夫ですか？美味しそう。めっちゃいい香りします。できてる感じします。ありがとうございます。お熱いのでお気をつけて。はい。つけてください。熱いですね。うわ、めっちゃ美味しそう。そうだ。仕上げのパセリを。仕上げの大事ですね。彩り。これ手でやった方がいいですかね。ちょっとイタリアンな感じしますね。少しなんか和風と確かに和風とイタリアンが。美味しそう。こんな感じで完成しました。わーい。1品目の珠玉のチキンでございます。すごいいい匂い。めちゃくちゃいい香りします。2品目は7チキを使ったヤンニョムチキン風を作っていきたいなと思います。きっかけやった。すいません。はい。それではまず最初そっちのマーコさんの方で7チキをお好みのサイズに包丁でカット。わかりました。もう本当に大胆に4等分はどう？あり。やっぱ豪快にいきたいので今日は。はい。続いてまゆちさんの方で素焼きのここにアーモンドがあるんですけど、こちらを砕いて細かくする。いきます。おお、いい音。いいよ。普段のストレス込めていって。こういった方がいいか。あ、確かに。初めて見ました。これこう使う人。ナッツのプロみたいに。初めて見た。もうこれからはもうこの担当ですね。狙いを定めて。いいんじゃん。でもいい感じ。いい感じ。いいんじゃない？続いてフライパンに油をひいてニンニクチューブを炒める。あんまり多すぎない方がいいとのことだ。そうですね。もともとちょっと油はありそうな感じもしますもんね。ニンニク多め少なめ。私ニンニク大好きですよ。私も大好きです。明日とか大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。りっちゃんは大丈夫ですか？全然大丈夫。なんかあってもいっちゃいます。これも半分ぐらい入れる。どうだろう。なんかすごいすぐ焦げちゃいそう。そうですね。なんか思ったより弱めますか？なんかもうチキン入れちゃいますか？いや、ちょっと早いんじゃない？で、ガムシロもあるんか。ガムシロも入れちゃいますね。はい。美味しそう。入ります。ガムシロ入ります。あ、辛いのお好きですか？好きです。好きですか？はい。じゃあ結構。じゃあ行きましょう。1、2。行きますか皆さん。私行きます。
いい全部。辛いのダメなメンバーさんとかいらっしゃいますか？マユカがあ、でも大丈夫です。大丈夫ですか？最近食べれる。でもマユカ最近食べれてるなっていう感じ。食べれるなんか種類があって。しびれる系とだからなんか逆にメンバーが辛いっていうやつ意外と平気だったり。確かに。全部入った？一応全部。料理酒入れた？料理酒は入れてなかったね。危なかった。透明だから入れなかった。ぽいぽい。なんかちょっといい感じですよ。美味しそうになってきました。それではソースができたということで7チキを入れてソースによく絡めていきます。わあ美味しそう。これこっち向き。赤い方なんがゴム手袋すみません。美味しそう。美味しそうですね。色がわあ美味しそう。すごい。このレシピ流行っちゃいますね。ね。ちゃいますね。出来上がったヤンニョムチキンをお皿に盛り付けてアーモンドパウダーを振りかけて完成でございます。そうですね。全部？いやもう全部かけてもいいし、毎日の美味しいそうやんな。美味しそうな見た目ぐらいで。美味しそうな見た目くらいで。お店で出てきそうな。めちゃくちゃ美味しそう。これ上からタレかけたらどうですか？行きましょナイスナイスナイス。マーコさん。ちょっと待って美味しそうですよ。美味しそう。全部かけます？あ、この辺にしときますか。そうですね。完成です。じゃそれでは実食しましょうか。はい。いただきます。一斉のでいきます。一緒に行きましょう。せーの。いただきます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 。めちゃくちゃ美味しい。こんなの作れるんだ。お店の味だ。お店で味ですこれ。めっちゃ美味しいです。美味しい。じゃあ、マーコさん。じゃあ鶏マスターいきます。はい。マーコさんどうぞ。いきますね。うわ、いいのいくね。伸びた。美味しそう。いただきます。ふふした。熱くない？美味しい。星5つです。いただきました。めっちゃ美味しいです。やったー、ありがとうございます。すっごくさっき電子レンジから出したすぐにもう柚子胡椒の匂いか香りがすごくしたんですけど、口の中でめちゃくちゃ広がります。ぜひぜひ。いいんですか？皆さんも。すごい。でも冷めてもこれチーズ固まって美味しくなりそうですね。カリッとね。確かに。美味しいか？めちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっと私もいただきます。どうぞどうぞ。わあ。私も一緒にいただきます。すごい白ご飯欲しくなる。白ご飯欲しいです。いただきます。美味しい。すべての食材がいいいい感じにマッチして。ちょっともう一ついいですか？めちゃくちゃ美味しい。チーズとめっちゃ美味しいですね。今日作っていただいた料理なんですが、コンビニ10の公式レシピにしてもよろしいですか？いいんですか？ぜひよろしくお願いします。します。記念すべき一品目です。一品目です。どっちもチキンで。はい。わこれ最初の初回からハードル高いですね。ちょっと。りっちゃん、今日は本当にお忙しい中来てくださりありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。本当に楽しかったです。美味しかったですし、美味しかったですね。まさか初回のゲストの方がりっちゃんだと思ってもなかったので、聞いた時は本当びっくりしました。3人で聞いて、私も初回いいんですかみたいな、私で大丈夫ですかってくださる。本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごい同世代ならではのトークもたくさんできて、一緒に料理なんかもさせてもらったりできて、しかもあだ名で呼び合えるなんて、こんな日が来るなんてっていう感じで。これからの活動内容だったりとかありますか？夜遊びの活動とソロでの生田リラとしての活動がどっちもあるので、自分で曲を書いて歌っていくこの活動をよりたくさんの人に知っていただけたらなっていう思いがあるので、もうとにかくたくさんいい曲を書いて皆さんにたくさん知っていい曲だなって思ってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは20の誠、まゆかとみひと、生田リラでした。バイバイ。
コンビニ10でのお支払いは記念撮影なんですけど、ぜひこちらで一緒に写真撮っていただけますか？もちろんです。お願いします。ありがとうございます。やったー。じゃあこの可愛いニズちゃんの前でいきますね。ハートでいきます。3、2